はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。ねえ愛、今回のレビューはフル BA モデルなんだって？そうよ。G ガートルナ、片側 6BA 搭載のハイエンドモデル。5万円台だっけ？ G ガートさんのラインナップ、ハイエンドモデルが多いもんね。そうね。ジャックさん、第一印象はどうでした？ G ガートのモデルに多く見られる厚みのある質感と高低バランスがいいなぁという印象だったね。ドライバー情報を含め詳細は後で触れるから外観から見ていこうか。はい。ノズル部以外 3T プリント樹脂で構成されたキャビティはコンパーシェル、つまり耳にフィットしやすいように流線形や湾曲したデザインになっていて G ガートの多くのモデルで採用されています。デザイン性よりフィット感重視なとこぶれないよね。あとフェイスプレートの仕上げが手作業ってことでハイエンドモデルならではってとこかな。そうなんでしょうね。片側 4.2g という軽さで BA を6機搭載してるのね。かなり軽い方じゃない？そうね。サイズ感は特に気になる部分もないかな。ノズル先端部が 6.2mm とやや太めかなと思う程度ね。音漏れはエアーフロー調整口からちょっと漏れてくるけど気にならない程度だと思うわ。パッケージ内容は上の通り。収納ケースが結構大きいんで余裕で全部入るよ。脱着式で 3.5mm、4.4mm ジャック対応のケーブル。ハイエンドモデルだし、このあたりは当然だよね。ルナには3種のイヤーチップがバンドルされています。一つはメモリーフォームで比較するとこれだけ特性が違いますが、ジャックさん、これはいつものことですよね。そうだね。変化の詳細はモデルによってその都度違うけど、広域の一部がマイルドになったりするよね。今回はこの帯域以外が持ち上がる傾向のようだね。聞いた印象も結構変化あったよ。そうなんですね。バンドル1と2ではあまり変化がなく、このチャンネルで実質基準として使用しているディバイナスベルベットを重ねてもほぼ同じ傾向でしたね。今回はどのモデルと比較しようか結構迷った。フル BA で比較するのは前提だけど、片側 6BA、価格が5万円台のモデルって手元にはないからね。なので、片側 4BA と 8BA のモデルで比べてみた。モデル名は教えてくれないの？たまにはサウンドチェック終わってからにしようと思って伏せておくよ。音調整の基準あるな。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
チェックでした。ジャックさん、比較したモデル名教えていただけますか？まずピンクの波形が QE Years オーケストラライト、そしてグリーンの波形が C オーディオブレイバリーリミテッドエディション。先入観持たずに聞くっていうのもたまにはありかなと思ったんだけど、どうだった？なかなか面白かったですよ。モザイクかかっていてもシルエットでなんとなく分かっていましたし。そっか、ちょっとブラインドにしたかっただけなんで分かっても問題ないさ。ブレイバリーは片側 4BA だけど、ソニオンとノールズの BA で構成されているあたりがルナに似てる。チューニングの違いは中域に谷を作り2キロへ向かっての立ち上がりが速く、4キロ付近に軽めの山があるんでややドンシャリで明るめ、そして少し細い印象のサウンド。一方、片側 8BA のオーケストラライトは低域にノールズの BA が2機、その他は QE Years のカスタム BA で構成されてる。このあたりの出方の違いで広域の明るさは目立っていたけど、聞いた感じオーケストラライトの方がルナに似ていたように思う。どの辺が？全体の厚みという点かな。4曲目のオーケストラサウンドはさすがの再現力だった。ブレイバリーとオーケストラライトの明るさの質感の違いもはっきりしていて波形にも出てるね。実機を聞き比べてみて好みの違いは分かれるだろうけど、どれも素晴らしいサウンドだったよ。ルナを聞いた印象は BA らしからぬ低域の感じ、バスドラのアタック、ビーターの感じは中高域以上のバランスがいいのでパワフルかつしっかりしてる。ブレイバリーやオーケストラライトもアタックは良かったけど、ルナは2モデルに比べ量感が上回った。波形で見るとしっかり出てはいるけど特別強い感じはないのにね。低域にはソニオン 39AY008 を搭載。低域、特にサブウーファー再生に特化した設計だけど、正確な仕様は一般には公開されていないらしい。これをデュアルで搭載している。デュアルで搭載の効果が出ているんですかね？そうだろうね。低中域から中域にかけてはあまり抑えてなくて、G ガートの他のモデルでもこういう傾向が見られたね。厚みを確保しつつモワモワ感を抑えた傾向で再現力は高いと思う。中域から中高域にはノールズ32873がデュアルで使用されていますね。豊かな低域表現力を持ちますが、低域再生能力に限界があるため他のドライバーと組み合わせて使われるのが一般的ということです。マルチドライバー IEM では中域から中高域担当として使用されることが多く、シーガートアルカニスでは中低域を支える役割で使用されています。ってことは低中域から中域の良さはノールズ32873だからってことか。そうだね。ルナでは結構広い帯域をカバーしてるってことだ。2から5キロあたりはあまり主張が強くないように見える。でもこれが絶妙で、ボーカルが周りの音とうまく絡んでいい感じだった。 EQ で触るとしたらこの形を変えずにこの範囲を少し持ち上げてもいいかな。なるほど。でも広域はしっかり出てるよ。広域から超広域にノールズ33518、これもデュアルで搭載だね。伸びやかな広域とリアルな臨場感を重視した設計、低歪みでクリーンな高音の再生に貢献。ノールズが自動生産ラインを導入した初期モデルとして量産性と安定性が高い。だから33518っていろんなモデルに採用されてるのか。そのようだね。 7.5 キロ付近のピークの周りが割と鋭角じゃないカーブになってるのが特徴的かな。10キロ以上もしっかりもう一ピークあるから、ルナの場合あえて2から5キロあたりを少し落ち着かせているようにも思えるね。その効果って何かありますか？これが直接の要因かどうかははっきりしないけど、程よい臨場感、少しオーバーな表現だけどライブ音源を聞いているような感覚があったね。聞けば聞くほど引き込まれていくようで、とても心地よい空間表現だよ。そりゃあハイエンドモデルだからね。低位感ももちろんいいんだけど、何層かのレイヤーから音が立体的に出てくるように感じ、普段聞こえづらい音がさりげなく分離して聞こえてくるのは驚きと感動だったよ。聞き始めは全ダックだったんだけど、途中からフィーを K7 に切り替えて K7 の方が自分にはバランスが合ってた。全ダックだと低域が出過ぎに感じたんだ。アンプでだいぶ印象が変わるんだね。そう、まだルナをちゃんと鳴らせているかどうかわからないけど、ハイエンドにふさわしい出音だと思ったよ。これがもう少し安いといいのにな。そうですね。愛はすぐに買えそうもないので、この後たくさん視聴させてくださいね。もちろんだよ。納得いくまで聞いてみて。はい、ということで G ガートのフル BA モデルルナのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。 MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。